こんにちは、青に12号です。レベルのフォード GT ルマン2017の制作の続きです。今回はディフューザーに少し手を加えていきます。そのままの状態では少し厚みがありすぎるので、削って断面を薄く見えるようにしておきます。まず最初に削る時のガイドとなる細切りのマスキングテープを貼っておきます。これをガイドにして断面を削っていきます。ディフューザーのフィンを薄くするといっても、根元から全体を薄く削るのではなく、後方の断面のところだけが薄くなるように削ります。フィン全体は分厚いままですが、断面だけを薄くすることによって薄くなっているように見えるというのがミソです。また厚みをできる限り均等にしないと見栄えが悪くなるので、細切りのテープを貼ってそれを目安にして削ることによってだいたい均等になるようにします。こういった場合、フィン全体を薄くしようと思っても削って薄くすることはまず不可能です。たとえ薄くすることができたとしても、材質がプラスチックだと強度が維持できなくなって破損しやすくなったり、形を保っていられなくなります。金属の板などに置き換える方法もないわけではありませんが、正確に何枚も平行に接着するのは並大抵のことではないでしょう。デザインナイフで丁寧に削っていって、その後はタミヤのフィニッシングペーパーを使って表面を整えておきます。ペーパーは600番と1000番のものを使っています。ペーパー分けが終わったらサーフェーサーを塗っていきます。まだ削る作業は道半ばですが、ひとまずサーフェーサーを塗って状況を確認します。サーフェーサーはクレオスの1200のものを使っています。1500のものよりも細かな傷を埋める力がやや強くなります。細かなディテールがあるところに塗ると少し甘くなってしまうこともありますが、今塗っている部分はディテールというほどのものは何もないので、しっかりと塗って削ったところに残っている細かな傷を埋めてもらうことにします。フィンとシャシー底面は直角に交差しているので、塗った表面が砂拭きにならないように注意しながら塗ります。そして再び削っていきます。先ほど削った時はガイドとなるテープの幅はだいたい 0.7mm 程度でしたが、今回はガイドなしでさらに薄く攻めていきます。ここからはデリケートな作業になるので、それに応じた道具を用意します。タミヤの朝食スティックに両面テープを貼って、さらにスティックの大きさに合わせて切った600番のフィニッシングペーパーを貼ります。はみ出た部分はさらにハサミで切っています。これを使ってさらに断面を 0.2mm くらいに細くしていきます。これはつまり2段階に分けて削っているというわけです。一度に一気に薄くしようとすると、削りすぎたりして全てのフィンを均等に削るのが難しくなります。そこで2段階に分けて削っていき、作業の中間にチェックポイントを設けることで削りすぎたりする失敗を少なくするというわけです。再びサーフェーサーを塗っていきます。2回目はほぼ仕上げのサーフェーサーとなります。塗る前の段階でしっかりとチェックして、これ以上何度もサーフェーサーを塗らなくてもいいようにしっかりと確認しておきます。サーフェーサーを塗った後に処理が足りないところが見つかると、その部分を処理して再びサーフェーサーを塗るというループに入ります。塗る前のチェックが弱いと、そのループが延々と続くことになり、最後には疲れてしまいます。一方、こちらは車体のフレームのパーツです。これの後ろの部分を白で塗装していきます。使っているのはフィニッシャーズのファンデーションホワイトです。ファンデーションホワイトはその名の通り、塗装の基礎となるように作られた塗料で、隠蔽力が強いのが特徴です。これはこの後に塗る赤の下地となります。説明書には明確に指示が書いてあるわけではないので見落としがちですが、実は塗装図にも描かれてはいたりします。白が乾いたら赤を塗っていきます。赤はタミヤビンダッカーのピュアレッドを使っています。これはボディに塗った赤と同じ色ということになります。希釈率はだいたい1対2程度にしていますが、もう少し濃いめにしておいても良かったかもしれません。タミヤビンダッカーの塗料は瓶に入っている最初の時点でだいぶシャバシャバになっているので、クレオスやガイアノーツの塗料よりも混ぜる溶剤の量は少なめにするくらいでちょうどいいようです。ボディにクリアを塗っていきます。ここまでで白、赤、青の塗装はだいたい終わっているので、次はデカールを貼っていくことになりますが、その前に一度クリアを塗っておきます。クリアを塗った上からデカールを貼って、その上からクリアを塗ります。クリアの層でデカールを挟むことになります。こうすることでデカールがよりしっかりと固定されることを狙っています。
実はまだセンターに塗る白のラインの塗装が残っています。白のラインはデカールでも用意されていますが、マスキングして塗装をしていく予定です。その白の塗装はクリアを塗った後に塗っていくことになります。これはクリアを塗って一旦今の状態を保護することも狙っているからです。白のラインを塗った後に塗り分け境界の塗膜のエッジをペーパーやラプロスで削っていくことになりますが、クリアの層がないとその下の青の層までわずかながら削ることになります。クリアの層を作っておくことで代わりにクリアの層が削られることになり、その下の青の層は守られることになります。クリアを塗っておくのはそういった目的も兼ねています。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。